はい、始まりましたエクスプロニャーにゃーにゃー。記念すべきはい第1回目のゲスト、はい、岡田祐介選手です。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとうございます。皆さんよろしくお願いします。よろしく。今日はね、ちょっと岡田と付き人っていうこともあるけど、ちょっとね、親交をますますもうこれ以上ないんじゃないですか。だいぶ深まってるけどな。まあ一緒にちょっといろいろして遊びたいなと思ってるんで遊びましょう。ちょっとこれは何でしょうか。ちょっと気持ち悪いだけど、ちょっと我慢して。わかりました。エクスプロイニアっていうことで。あ、なるほど。猫ちゃんを。ちょっとなんか気持ち悪い。気持ち悪いですよね、これ。なんか背後霊みたいな。ちょっと気持ち悪いけど。大丈夫かな。我慢してくれ。はい、行きましょう。じゃあ行こう。はい。最近ちょっと長州さんと武藤さんがすごい出てるテレビ、この前もなんか出てたね。出てらっしゃるのと、TikTok が今すごく流行ってて、長州さんが今すごいじゃないですか。なんかそれこそ秋山さんがよく言ってたんですが、もう本当考えられないと、長州力が。俺がね、最初に新日本上がった時とかはね、長州さんももう怖くてね、まあその前にね、もう大学が大先輩だから練習来た時も長州さん怖いなと思ってたけどね。だけどもういいおじいちゃんなんだけど長州さんってその親交とかってあったんですか？いやもうね、あまりにも大先輩すぎてね、ほとんどなかったね。まあもちろんほら新日本ってねいうこともあるから、あまりこうないかな。試合会場で本当に会うとかぐらいなのかな。やっぱ長州さんはやっぱ秋山さんとか、その専修大学の後輩っていうのもあるのかもしれないですけど、やっぱ気のかけ方は他の秋山さんぐらいのキャリアの方とちょっと違うんかなっていうのはすごい見てて思ったんですけど。長州さんが引退何試合前かな、1回ね試合した時もすごく気にかけてくれて、いろいろねプロレスのアドバイスもねもらったし、こういうことはやらない方がいいよとかね。それはやっぱりね、同じ大学の俺も後輩なんでね、それは他の人とはちょっと違うかなっていう感じがね。なるほど。あとはその武藤さんとか、それこそ僕もこの間所属させていただきましたけど、秋山さんと僕も DDT っていう団体にこう所属ならせてもらって、で同じサイバーファイトっていう会社のグループでプロレスリングの輪があって、そこに武藤さんが入団って、あれも本当僕一番衝撃やったんですけどね。俺がさ、入団っていうのがさ、もう吹っ飛ぶぐらいの。いやでも本当そうですよね。その秋山さんはその全日本いて DDT にゲストコーチで参戦された時ぐらいから、ちょっとお客さんの間でやっぱプロレスのレンタル移籍ってほぼレンタルないんで、そうだね。大体ね、もう予想がついてたと思うけどね。俺もちょっと発表のね、少し前に俺も聞いたから、俺もと思ってびっくりした。なんか武藤さんもなんかそれこそ僕がファンで見てた時にちょっとだけ秋山さん絡みあったと思うんですけど、その時はどんな？いや俺はね、だから一番最初に新日本に上がった時に対戦したのが武藤さん。武藤さんと長谷さんだけど、ね、長谷さんはほら一応大学もね先輩だし、そのつながりっていうのはあれだけど、武藤さんっていうのね、初めて本当にね試合した時やっぱり見せ方がやっぱりすごいなと思ってね。実はその武藤さんもね、昔今も武藤さん引っ越しされたんだけど、家がすごい近かったのよ。だから武藤さんよく車で移動してるの見てたりしてた。それで言うと、僕も全日本の道場住んでて、で秋山さんも全日本の道場もっとすぐ近く住まわれてて、本当全日本の道場の近辺ってめちゃめちゃプロレスラーの人住んでいらっしゃるじゃないですか。そうね。しかもそのめちゃめちゃ大御所の人というか、武藤さんもそうですし、それこそ僕が聞いたのは橋本真也さんがめちゃめちゃ近くに住んでいらっしゃったと。橋本さんはもともと合宿所のね、全日本の合宿所の近くに鶴田さんが住まわれてて、で鶴田さんの紹介で不動産屋さんかなんか紹介してもらって、で橋本さんも近くにっていうあれ。それ鶴田さんと橋本さんって交流あったんですか？いや交流あってのかどうかわかんないけど、なんかそういう話を聞いたよね。そうなんですね。なんかそれこそ当時は新日本プロレスと全日本プロレスってやっぱ鎖国って言われてたじゃないですか。街中で多分その当時、例えばそれこそ鶴田さんと橋本真也さんとかがもしあったら喧嘩なるんちゃうかっていうような。知らない人はね、そう思ってたかもわかんない。
橋本真也さんといえば、僕が秋山さんの付き人やってて、本当にプロレスのことすんごい細かいとこまでやっぱ教えていただいた中ですごい僕が心に残ってるアドバイスプラスエピソード話の中で、その橋本真也さんと01の大会で、三沢さん秋山さん対、橋本真也さん中田裕二さんっていう、あの試合が聞いたエピソードの中でものすごいファンの人でも聞けないことを本当にこうレスラーになって、いわゆるプロレスのあり方というか、こういう風にやれっていうのを聞かされた時にすごいもう僕震えるような話だったんですよ。その話をぜひ多分見てる方も聞きたいと思う。これ当時キャリアどんなもんなの？あれ何年だろう？2001とか。じゃあもうまだ9年ぐらい。9年ぐらいですか。試合ねやる前は、もうやっぱりそれは三沢さんとさ、橋本さんが初めて対決、でもちろん01っていう団体、橋本さんが立ち上げた団体でノアのねトップの三沢さんが出るってことで、やっぱりもう周りはもうその三沢橋本っていう対決がもうね中心になってたんだけど、俺やっぱそこをちょっとこういや俺もせっかく出るんだから俺がちょっと目立たないといけないって思っててね、俺自身が、で多分永田選手もねそういう感覚だと思うのよ、で最初にスタートが俺と永田選手が出てたんだけど、お互いにね、永田選手はあの時川田さんのムーブがなんかしたのかな、でそれでこの人も考えてたなと思ってでも俺はその瞬間からこの人とは波長が合うなと思ったしね。でその後も俺は俺で橋本さんにこいつなんていう生意気なやつだって思うようなことを俺は試合中にね、やったしね、それはあなた知ってると思うんですけどさ、とにかく自分を目立たそうというのでもうあれだね、必死っていうかもうそればっかり考えてたね。その辺の頃はね、ずーっとそればっかり考えてたねっていうのをすごい僕も付き人の時に聞かされて、だからとにかく考えると。だ僕も本当に考えが至っているかどうかは置いといたとして、やっぱ考えるっていうのは本当に秋山さんにも本当に言われ続けてたんで、すごいだから人といる時が唯一プロレスを考えない時というか、考えることもさ、多分今が一番考えれると思う、岡田もね、考える時は考えれるだけ考えた方がいいと思う。そのエピソード聞いた時にあの試合リング上一気にもう逆に秋山さん、三沢さん、橋本さん、中田さんがもう見れないぐらい人がうごめきまったというか、あれだからそれを話を聞いてつながったというか、混乱の中でもさ何をやるとかさ、一瞬にしてやっぱりこう冷静にならないといけないし、その時に一瞬にして考えないといけないし、でも楽しかったよね本当に。あれってだから多分橋本さんが多分一番ストレス溜まった試合なんだろうなってやっぱ見てて、いや溜まったろうな、で多分団体のさ立ち上げでさ、橋本さんも多分忙しかったと思うのよ。練習もどうのこうのよりもなかなかその練習もさできない中で出られたと思うしね、多分そういうこと、これは僕の勝手な推測なんですけど、多分橋本さんだと多分このメンツであろうが絶対俺が、特に01の俺が立ち上げた団体だからどうやったって俺が目立つよって多分なったと思うんですね。でその中で解説とか実況とかもう常にその試合中って言うんですけど、やっぱりこの秋山純は本当にすごいっていう、要は橋本さんを怒らしたっていうところで、とにかくねあの頃ね自分をどうやって目立たそうかとか、そればっかり考えてたね。どっちかというと全日本にいた時の若手の子たちは、今の俺が怖いって言ったら、もう箸なんて